こんにちは、ロムです。今回は続編 PV 後半部分のこの景色から考えうる精一杯の情報をまとめ、その情報をもとに続編のハイラルはどのような世界なのかというのを考えていきたいと思います。続編 PV はもう見飽きたという方も新たな発見があるかもしれないので、ぜひ最後まで見ていってください。まずはこの景色からわかることを細かく見ていきましょう。ブレワイではヘブラ山の山頂に1万年前の大厄災の傷跡が残されていました。続編 PV でも傷跡があることから、すなわち続編のこのハイラルはブレワイの1万年前の大厄災と同じ出来事を経験していると考えられます。そして始まりの大地も同様に、ブレワイでは外壁部分が崩壊していました。厄災の目視録で100年前の始まりの大地を見てみると、このように綺麗な状態でした。ですので、外壁の崩壊は100年前の大厄災によるものだと考えられます。続編 PV でも同様に崩壊していることから、こちらもブレワイの100年前の大厄災と同じ出来事を経験していると考えられます。ヘブラ山、始まりの大地ともに、傷跡や崩壊の仕方が完全に一致していることから、すなわちこの世界は、ブレワイの1万年前から100年前と同じ歴史をたどってきた可能性が高いと推測します。しかしこの世界がブレワイと全く同じ世界かというと、必ずしもそうとは言い切れません。ブレワイのこの景色は空の色や太陽の角度から、おそらくブレワイでいうと午後4時50分から5時頃だと考えられます。実際にブレワイと見比べてみると太陽の角度が全く違うことがわかります。ブレワイではこの位置に太陽が来ることはありません。明らかにブレワイよりも太陽の高度が低く、それは季節が異なるということがわかります。ブレワイは桜が咲き誇っていることや、人々の服装からして比較的過ごしやすい季節であることは想定できます。そしてほぼすべての日記には日付が4月1日と書かれています。いつ書かれたのかが不明、かつ考察の根拠としては不十分なので断言はできませんが、おそらくブレワイの世界は春を想定しているのではないかと思っています。その一方で、続編のゼルダとリンクの服装はマントを羽織っていて、リンクはブレワイでは見たことがない分厚めの服をインナーとして着ていますね。以上のことから、続編のハイラルはブレワイとは異なる季節、すなわち冬ではないかと考えています。季節に関する根拠については特に有益な話でもないので、ここに注釈として記しておきます。季節の違いはストーリーに関わるというよりかは、続編の世界観を表現しているのではないでしょうか。暮れがどんどん早まる時期、すなわちブレワイとは対照的な暗い世界や逆の世界ということを暗示しているのかもしれません。続いて、この景色からは古代シーカー遺物が全く見当たらないんですね。はっきりとは確認できませんが、平原の塔がないように見えます。アッカレ砦のシーカータワーに至っては確実にないことがわかります。そしてデスマウンテンのルーダニアも見当たりませんね。ブレワイではリンクが目覚めたばかりの頃はデスマウンテン頂上から噴煙が上がっていました。それはルーダニアが暴れていたからでしたね。ですので、ルーダニア解放後からエンディングまではデスマウンテンには噴煙は見られませんでした。続編のデスマウンテンが静かということは、ルーダニアが静まっている状態、もしくはルーダニアがいないということが挙げられます。次にハイラル城周りの古代柱ですが、この角度からであれば、ゼルダの研究室のちょうど前に古代柱が重なるはずですが、続編ではゼルダの研究室がはっきりと見えています。100年前に厄災が復活した痕跡がありながらも、古代柱が出現していないということになります。シーカーストーンについても、リンクとゼルダの腰には
シーカーストーンらしきものが全く見当たりません。そして画面右下の魔オールの祠もないように思います。拡大したこちらの画像を見ると、台地の壁がはっきりと見えていて、手前に祠がないことがわかります。ブレワイのオープニングの映像と比較すると、より明確かと思います。シーカータワー、真珠、古代柱、シーカーストーンに至っては、この映像で確認できない理由はいくつか説明することができます。しかし、祠がないことについては大きな疑問が残ります。祠の存在は1万年前から地上にあるとされていて、祠がないということは大きく分けて撤去した、もしくはそもそもこの世界に古代遺物が存在しないという二択になります。ここからは所感を交えての話になりますが、何らかの理由で遺物を撤去したとするのなら、この数少ないハイレルの人員で全てのタワーと祠を撤去しようとすると、かなりの時間と労力が必要になりますよね。数百年後の未来の話だと考えれば、それは可能なことなのかもしれませんが、初めの大事の木々の配置やハイレル自体がほぼ変わってないように見受けられますので、撤去したというのは考えにくいのではないかと個人的には思います。したがって、そもそもこの世界はシーカー遺物が存在しない世界と考えると、他の遺物が確認できない理由としても一番整合性がある解釈なのではないかと思います。ですので、ここからの考察は勝手ながら、この世界にはシーカー遺物が存在しない世界だと仮定して考察していきます。シーカー遺物が存在せず、しかしブレワイと同じ歴史をたどっているとするのなら、1万年前に世界線が分岐し、かつ同じ歴史を歩んできた世界ということになります。つまり続編の世界は、1万年前に古代シーカー文明が生まれなかった版のブレワイなのではないかと考えました。しかしこの説でいくと、ある疑念が生じます。1万年前の大厄災の封印には、シーカー技術の力が必要不可欠だったはずですよね。実はシーカー技術に頼らずとも、勇者と姫だけで厄災を封じることができたのでしょうか。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの物語の焦点でもある古代シーカー文明は、本当は必要なかったものなのでしょうか。そう考えるのは少し寂しいですよね。これまでの歴史では、いつの時代にも勇者と姫の戦いを補佐する者たちがいました。賢者や精霊、それらは女神ハイリアからの啓示を受け、勇者を導き、そして力を与えました。ブレワイで言うと、それが古代シーカー文明だったと思うんです。シーカーストーンや真珠、タワーや祠、そのすべてが勇者をサポートするための厄災討伐兵器として作られました。シーカー族が築いてきた歴史、彼らの英知が本当はなくてもよかったなんて考えたくはないですよね。続編のこの世界では、1万年前にシーカー文明は誕生しなかったが、勇者と姫をサポートする代わりの別の何かがあったのではないでしょうか。古代シーカー技術に匹敵するほどの対厄災兵器が存在していて、厄災を封じる手立てがあったのではないでしょうか。それがこの謎の手だったとしたらどうでしょう。1万年前、勇者と姫の封印をこの手がサポートしていた。それから1万年もの間、封印し続けていた手の力は枯れ果てていき、ついに厄災ガノーは封印を破り、復活を果たそうとしていた。謎の手の力が尽きる前に、リンクの右手に力を託したのかもしれません。ということで、今回の考察の内容をまとめますと、続編 PV のハイラルは、ブレワイと同じ歴史をたどってきた。ブレワイとは異なる冬の季節、つまり対照的な世界を暗示している。古代シーカー遺物は存在しない。
そしてこの世界の考察としては、続編のハイラルはブレワイのパラレルワールドで1万年前古代シーカーギルズが生まれなかった代わりに謎の手によって厄災を封印しており、続編ではこの手の力が冒険のサポートとなるのではないかという考えに至りました。この動画を楽しんでいただけた方はご評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。